はい、どうもこんにちは。金子でございます。ということで、ちょっと本編に行く前にですね、ありがとうございますということをお話しさせてください。先日販売しました、こちらのボイルオオズワイガニがですね、とんでもなく反響をいただきまして、正直僕も事務所の人間もめちゃくちゃ驚いております。もうすごい量が売れまして、今4月の22日の段階で発送済みの数量 32,848 ケース、合計 65.696 トンとなっております。四捨五入で66トン販売させていただきました。これしかも1日でとかじゃなくてですね、告知を出してものの数時間とかでダダダッとソールドアウトしてるんで、売り出し期間でいうと24時間もないと思います。これはすごいことだなと思います。僕も最初は北海道でたくさんオオズワイガニっていうのが湧いちゃってて、カレイの刺し網漁師さんとか、あとつぶ貝のカゴ漁師さん、そういった方々がオオズワイガニが取れちゃって、もう網もボロボロになったりだとか、つぶ貝のカゴにオオズワイが入って、つぶ貝がボロボロになっちゃって商品にならないって困っていると。オオズワイが取れても認知度も販路も確立されてないんでっていうことで、僕の方でそれだったら食べてみて本当に美味しいカニだったので、どこもやってない浜茹でで随時発送っていうのをやってみようということでチャレンジいたしました。ありがたい話でたくさんの方に買っていただき本当にありがとうございます。で、また取ってくださった漁師さん、一生懸命人員も入れて鍋も大きいの追加して急ピッチで茹でてくれた工場の皆様、そして事務所のカスタマーの皆様、本当にありがとうございます。そしてやっぱり自然のものですので、個体差とか身がちょっとスカスカだったよっていうカニとか、あとオオズワイの浜茹ででどうしてもね、無添加でやると黒くなっちゃうんですよね、甲羅がね。パカッて開けるときはちょっと黒いってショッキングなんですけど、それを動画で説明した通りタンパク質が少し黒くなっちゃってて、食べても問題はないんですけど、ちょっとびっくりした方たくさんいたと思います。で、買ったけどちょっと思ったのと違うなって感じてしまわれた方、本当に申し訳ございませんでした。そちらはね、今後の改善点として僕らのチームの方でもしっかりと話し合って改善していきたいなと思います。オオズワイ今もすごく取れてるんですけど、再販はひとまずはやめようかなと思います。なぜかというと、今からの時期どんどん気温が上がってくるんですよ。そうすると現地の北海道の方でも水揚げの時の船にいる時間、釜茹でした時の氷冷やすまでの時間、そういうタイミングで常温で置かなきゃダメな時間が結構増えるんですよ。今まで寒かったんで常温でも本当に10度下回ってたんですけど、とりあえずオオズワイの再販は、ひとまずおしまいですね。もしまた寒い時期になってオオズワイがたくさん取れてて、また皆さんにお値打ちに提供できるようでしたらまた再販するかもしれません。正直かなりオオズワイガニの認知度と、あと浜でのオオズワイガニの値段が上がったみたいなんですよ。それめちゃくちゃいいことで、浜の値段が上がるってことはやっぱりオオズワイの価値が認められて、漁師さんもそれなりにお金になるってことなので、僕それが一番大事なことだと思ってましたんで、とても嬉しいです。本当に購入してくださった皆様ありがとうございます。僕もめちゃくちゃ食べましたからね。味噌がね、ほんとうまいんですよね。で、小さいメスは小さいメスで内子がすごい入ってるんでよかったですね。すごい美味しかったですね。オオズワイ気になってる方とか、実際買っていただいて美味しかったよって方、いろんなところ、通販とか、あとお魚屋さんとか、そういうところでオオズワイ売ってますので、ぜひ食べてあげてください。食べて漁師さんを応援しましょう。というわけで、オオズワイたくさん本当にありがとうございましたというご報告でした。では本編へどうぞ。今日はお寿司市場にやってきておるんですけど、今日のテーマはですね、甘じょっぱいやつでございます。お寿司のネタで煮穴子とか煮ハマグリとか、この煮た食材を甘辛い爪で食べる、そんな握りが大好きなんですよ。なので今日は僕の好きな煮〇〇シリーズのお寿司を作っていきたいと思います。煮て握る斬新なやつやっていきましょうか。じゃあまずはあれを買いに行きましょう。これハマグリ、もうほんと今日のメインですね。これはこの煮ハマグリの握りめちゃくちゃうまいです。サイズ的にこっち、この小ぶりのサイズ、このサイズは酒蒸しがうまい。煮ハマグリにするんだったらこれはちょっと大きいかなってぐらい、このぐらいが最高。ハマグリの大粒を15個、はい、今時期なんですよ。ハマグリが本当にうまい。でハマグリがすごい取れらしいんですよ、僕らの地域では。逆にアサリがいなくなっちゃってるみたいなんですけど、やっぱ海が少しずつ変わってるみたいですね。アサリも行きたいな。アサリも1キロもらっていいですか。もう今日のメインのハマグリは買えたと。であとは煮イカ、イカの煮付けの握り、これめちゃくちゃうまいです。ケンサキイカがうまいんですよ。あっちにあるかな、ケンサキイカのそんな大きくないやつで、アナゴは何回もやったことあるんで今日はアナゴは買いません。これケンサキイカね、このサイズ、これ最高のサイズ、これもらおう。
よし、とりあえずイカが買えましたと。で次はちょっとあんまり見たことないんですけど、牡蠣磨きの煮付け、これもやってみたいなと。多分美味しいんじゃないかと。牡蠣探しに行きましょう。まあ4品ぐらい作れたらいいなと思ってるんですよ。あと牡蠣と、あとなんか煮付けて美味しそうな。あ、牡蠣これいいじゃん。これする。あ、シャコはまあないもんね。シャコあるよ。ある？あるある。シャコも甘い爪で食べると美味しいじゃないですか。シャコもやりますか。シャコとこれいい牡蠣があるんで、でも身パンパンですよ、これ岩手のやつ。というわけで今日は牡蠣、ハマグリ、シャコ、イカ、こちらのラインナップでやっていきたいと思います。それじゃあ帰宅。ただいまということで帰ってまいりました。今日買った食材がこちらですね。まずはこちら、ケンサキイカ、そしてハマグリ、シャコ、そしてマガキですね。今日はこちらの食材で醤油ではなく甘辛く詰めた煮詰めで食べる、そんなお寿司の4種盛り作っていきたいなと思います。なかなかこういう煮物ばっかのお寿司って食べる機会ないですよね。煮ハマグリとかもコースで一つちょんと出てくるぐらいじゃないですか。僕あれが好きなんですよ。もう煮ハマグリとかこういうイカとかそういう煮たものばっかで俺はお腹を満たしたいんです。今日はそんな気分です。ではやっていきましょうか。岩手の牡蠣。さあ中身どうでしょうね。今の時期は身入り最高だと思うんですよね。さあどうだ。せーの、よいしょ。まあですね。あ、でもまあ握りにするんだったらこのぐらいの大きさですわ。さあこれはどうだ。ちょっと長細いタイプ。はい。おー、これはこっちは身がパンパンですね。やっぱり個体差はありますね。自然のものなんで。ほら、これすごいわ。もう一個ぐらい使いますか。はい、貝柱が断ち切れましたら、少し開けて、膜を下に落として、パカッと。綺麗ですね。これも大きいわ。岩手県の最高の牡蠣ですよ。ほら、僕の手の大きさと比べてこんなですからね。イカは2杯いきましょうか。まずはつぼ抜き。よいしょ。内臓とゲソを出していきます。結構、オキアミ食べてますね。そしたら船も取ります。小餅ですね。これ、子が入ってる。これ、子が入ってるんで、これ、このまま使えるかも。軽く中を洗います。これはね、中に多分卵かな、すげえ入ってるんで、このまま煮てみましょうか。ほんで今日、イカのお寿司は、これ一回軽く煮て、イカの中にイカ飯みたいに酢飯を詰めて、で切って、巻物じゃないですけど、こういう形のお寿司にしたいので、皮だけ剥いちゃいます。こういう感じでムキムキと皮剥いちゃいます。こんな感じです。これ皮剥きにくい場合は、これペーパーとかでこすると簡単に取れます。あんま強くやるとこう耳が外れちゃうんで、耳もついたまま煮付けしたいので、耳は取れないように優しくやっていきます。はい、こんな感じ。そしたら次はハマグリですね。ハマグリをまず剥いていくんですけど、ハマグリって2枚買い史上、僕一番生で殻剥くの難しいと思ってるんですよ。専門の器具があって、慣れてると、この隙間にこう入れて、コンってやって、こうやって開けて、こう開いて、貝柱切って、でこの紐を傷つけないようにね、僕もたまにね、ミスって紐切っちゃうんですけど、紐をできるだけ切らないように、貝柱だけ外すと。パカッと。はい、こうですね。紐切れておりません。よかった、成功して。んで、ここも貝柱を外すと。1つ、2つですね。そうすると、こういう風に綺麗に剥き身が取れます。プリップリですね。でもこれむずいんすよ。本当に。こういう鋭利な、いい貝剥き器があるんで、僕も簡単にできますけど、ご家庭じゃむずいので、軽く熱を通します。熱を通すといっても、完璧に火を通すんじゃなくて、60度、70度ぐらいのお湯につけて、少しだけ貝を弱らせます。そうすると、パカッと、1ミリとか2ミリぐらい空きますんで、そこから剥いていくって感じですね。そしたら、お湯がこれ大体70度ぐらいですね。指入れると熱いなってぐらい。そこに入れます。で30秒から1分ぐらい浸しておくと少しだけ開くんですよ。でも中には火が通らない。結構この揚げるタイミングが重要なんですけど、入れて温度見て、うわまだちょっと熱いなって思うんだったらもう火切っちゃって大丈夫。これ以上熱が上がらないように。ほらこれ分かりますかね。ちょこっとだけこう開きましたよね。ほらでも中はほらまだできてるんですよ。ほら熱ーってこう出てきてるんですよ。びっくりしてるわーみたいな。ここで冷水につけて、で開いたところから入れて、これ剥いていくと。
そうするとすごく剥きやすい。ほら、すごく仕事が早い。これも開いてきたな。これ最高ですね。冷水に落とすと。これもいいね。あ、これもいい。これもいけるな。で、そしたらどんどん剥いていきます。紐をできるだけ切らないように。これがね、難しいんですよ。僕もほら、これちょっと切っちゃうんですけど、下手くそなんで。この紐を切らないように剥くのがポイントですね。はい、こんな感じ。これ完璧ですね。紐も切れずに綺麗に剥けました。こんな感じでどんどん剥いていきます。これごめんなさい。冷水に浸しましたけど、冷水に浸すとまだ息が良すぎると閉じちゃうんで、冷水に落とさない方がいいかも。もうあったかいうちにさっと剥いて、で、ここで冷やした方がいいかもね。はい、こんな感じに仕込み終わりました。牡蠣をね、せっかくなんで生食でいただきたいんですよ。昆布ポン酢で。今日はポン酢の気分。いただきます。うまあっさりしててシャキシャキ系ですね。身が締まっててうまい牡蠣。癖が全くないな。鮮度抜群。最高。そしたらじゃあ、こちら全部炊いていきます。まずはイカからいきますか。で、煮だれは、ちょっと作り置きで申し訳ないんですけど、たくさん作っちゃったんで、甘だれでいきます。分量は、水 100cc、ザラメ 200g、黒糖 100g、醤油 200cc ですね。醤油は再仕込み醤油使いました。これが煮だれの素ですね。これを薄めて、水分飛ばして煮詰めを作っていくということで。これ単品で煮詰めてもうまいと思うんですよ。でもここにちょこっとこのイカとかハマグリとかの海鮮の出汁が入ると、よりうまいものになりますよね。分量は甘だれ 50cc。で、お酒をその倍入れましょう。お酒を 100cc ですね。はい。こんな感じですね。火にかけて、そしたらここにヤリイカですね。ヤリイカを入れていきます。で、やんわり火を通していきます。で、牡蠣も一緒ですね。煮だれ50。で、酒100でいきましょうか。で、イカはこっち側卵が入ってるんで、卵が入ってる方はしっかり火を通します。卵が入ってない方はもうこのぐらいで OK ですね。あんまりやりすぎると硬くなっちゃうんで。はい、じゃあ牡蠣も入れていきます。でかいな。ちょっとこれ多分縮まらないからな。もう少し小ぶりでもよかったかも。牡蠣は生姜も入れましょう。うまそう。よし、じゃあ牡蠣に火が入りましたので揚げていきます。大中小って感じになりましたね。で、このタレをもう少し煮詰めてとろみを出します。これだいぶいい感じです。泡がもうボコボコボコっとこのぐらいの大きさになってきたら割ともう完成が近いですね。今もくもくもくっとこの蒸気が出てますよね。この蒸気が水分なんです。この水分がどんどん抜けていってこのタレが濃くなってくるんですよ。で、砂糖があんだけ入ってるんで冷ますと結構固まるんですよね。それがお寿司屋さんとかで穴子とかに塗ってある甘辛い美味しいタレなんです。あれの正体はこれです。よし、もういいでしょう。これが牡蠣ですね。牡蠣の煮詰め。はい、これですね。イカも用意ですね。お、卵が熱入ってすごい飛び出てきた。これは飯詰めなくてもいいな。もう卵がご飯みたいな感じなんで、これはそのまま切ってみましょうか。はい、じゃあイカが煮詰まりました。こっちは濃いめですね。こっちが卵入り。こっちが飯を詰める方ですね。で、こっちも、ほら、だいぶいい感じに煮詰まりましたので、もう多分冷やせば、とろみがつくと思います。この気泡の大きさは。これがヤリイカの煮詰めですね。そしたら次はハマグリですね。お水を、そうだな、浸るぐらい。このぐらい。そしてお酒も少し。そしたら沸いたお湯に、ハマグリ、これ入れます。よいしょ。で、軽く火を通す感じですね。これ、出汁がすごく出ましたよね。白くなりました。これも後で使います。はい、軽く火が入ったらもうこれで揚げます。揚げて氷に落とす。もう半生ぐらいで OK ですね。身には軽く火が入ったんだけど、内臓にはまだ入ってないよってぐらい。やべ。
はい、そしたら、このハマグリ開いていきます。開く前に貝柱があるとうまく開けませんので、貝柱は取っちゃいます。僕ね、この大きい方だけ取っちゃいます。大きい方だけ。この水管の下の方ですね。これだけ取るとすごく開きやすい。そしたら、開き方はこの下べらの方、こっちから開きます。だいたい赤貝とかって、このお腹の方から開くんですけど、煮ハマグリの場合はこっちからですね。この下べらからまっすぐ開いていって、で、この水管ですね。水管の大きい方、こっち、片一方だけ切る感じですね。で、開いていって、で、お腹ギリギリまでこう包丁がいったらパカッと開く。で、ここ内臓がありますんで、内臓も外すと。で、この内臓はこうしっかりと取ることが大事ですね。で、こういうところ形を少し整えてあげると、より綺麗な形で握れると思います。はい、こんな感じですね。内臓をこの段階でこうやってピュッと出しといてもいいかもしれませんね。指でこうやってある程度出してからやるとまたいいかも。これが細かい作業なんですよね。あ、これ完璧です。この紐が切れてない状態。ちょっとこれ紐ね、こっちが切っちゃったんですけど、これがね、正しい形だと思います。はい、こんな感じでどんどんやっていきます。はい、こんな感じに全部開き終わりました。そしたら先ほどのハマグリの煮汁に、ここに、だいたい煮汁が 300cc ぐらい入ってるんで、甘だれを 100cc ほど入れます。そしたらこちらに開いたハマグリを入れます。でレアだったらもうさっと揚げていいんですけど、レアで食べるより僕はちょっと火通した方が好きなので、ここで結構火を入れちゃいます。もうそれと同時にさらにこの煮だれにハマグリの出汁を出していくと。こんな感じ。そしたらこちらを容器に入れます。これの繰り返しですね。そしたらこちらのタレですね。まだ煮詰める段階のこちらを先ほど煮たハマグリに注ぎます。少しだけ冷まします。これで冷蔵庫で1日寝かします。で、残りのこちらのタレを煮詰めて詰めを作っていきます。カスがいっぱい入ってるんで、これ一回こしちゃいます。こして綺麗なタレに蘇らせます。で、煮汁を戻して、で、こちらを詰めて甘だれを作っていきます。早く煮詰めたい場合はそこに少しだけまた液を足すと。で、濃度を上げてとろみをつけていくと。うまそうですね。はい、じゃあハマグリのタレも煮詰まりました。いい感じですね。こちらも器に入れていきます。はい、ではこんな感じに仕込み終わりました。こちらが牡蠣、でこちらがイカ、そしてシャコ、そしてハマグリですね。ではこちらを1日寝かします。特にハマグリなんかは1日寝かして、この煮だれをハマグリに染み込ませます。この煮だれ自体は薄いんですけど、1日置くといい感じに味が染みるんですよね。で、この濃縮した甘だれをかけて食べると、ほんとちょうどいい感じの味わいになるんです。酢飯と相まってね。煮だれも牡蠣、イカ、ハマグリで分けておきました。はい、じゃあ1日寝かしたいと思います。1日後に移動。はい、では1日経過しました。これ冷蔵庫で寝かすと、煮詰めのタレもこうやってトロトロになります。これが牡蠣ですね。で、ハマグリ。で、イカ。イカうまそう。うわ、これすごい美味しそう。ではこちら握っていきますね。で、イカは少しだけ蒸してちょっとあったかくします。蒸し器に笹を敷いてイカを乗せます。はい、少し温めていきます。で、シャコの殻外しちゃいましょうか。はい、OK。そしたら煮ハマグリの水気を切っていきましょうか。うまそうにできている。これはたまりませんね。こう味がね、しっかり染みてます。はい、これが煮ハマグリですね。さて、じゃあイカもいい感じですね。あったかいです。笹のいい香り。では、わさびをすりすり。では、まず煮ハマグリからいきましょう。手酢をつけて、赤酢の酢飯ですね。よっしゃ、いきますよ。ここに、わさび。
結構強めに握ります。そしたらハマグリの甘だれ、これをちょっと塗って、でここに青柚子ですね。青柚子をスリスリ、いい香り。柚子を少しかけると、こんな感じ。お次は牡蠣。これうまそうだな。うまそうだけどちょっと大きいので少し切りますか。よいしょ。ちゃんと中までしっかり火入ってますね。牡蠣はこれツルツルだから握りにくいだろうな。しっかり、ほらもうくっつかねえや。難しい。包み込むように。でこういう時は海苔を巻いて米とネタを合体で、ここに牡蠣のタレをさーっと、でここにも柚子をパッ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 と。牡蠣の握りうまそう。いいですよ今のところ。次シャコいきましょうか。もうシャコは普通にもう超シャリコマで。でこれもハマグリの甘だれをかけます。で柚子をパッ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 。はい、お次はイカちゃんですね。笹のいい香りがしてる。こっちが中抜いてありますんでご飯を詰めます。でこっちは卵がたっぷり入ってますんでこのままいきましょう。切ってみますね。ほら子持ちイカ、子がパンパンに入ってますね。これがうまい。ほらすごいわ。そしたらこちらのイカに酢飯を詰めます。ぎゅうぎゅうと。今日酢飯だけ詰めてますけど、ここにかんぴょう刻んだのを入れたりだとかごまを混ぜたりだとかしてもなんか面白そうですね。すごくアレンジが効くお寿司かなと思います。はい、パンパンに詰まりました。いきます。こんな感じ。でここにイカの爪、これをかけていきます。これ匂い的にねイカの爪が一番いい匂いする。でこちらも柚子をパッ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 とかければ、はい、これで煮寿司の4種盛りの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが僕の大好きな各種煮寿司ですね。ハマグリ、カキ、シャコ、イカ、そして冷蔵庫に天然の本マグロありましたんでこれも握っておきました。赤身、中トロ、大トロですね。うまそうです。ではまずはマグロからいきます。赤身から。うまー。千葉県産120キロ。うまいね。うわ、食べた後の余韻がすごい。大トロおいしいな。ちょっと今日友達の子供とかが遊びに来てますんで子供の声が入るかもしれませんけども、それもまたいい BGM ですわ。じゃあ煮浜からいただきます。うわ、うまー。うまみ濃いな。味もしっかり染みてる。この甘い爪だれとこの柚子の皮の相性、これが煮ハマグリのうまさですよね。次牡蠣。こういう牡蠣はあんま出ませんけどちょっとやってみました。いただきます。うまっ。うわ、これめっちゃうまい。苦きのお寿司ありですね。新鮮な牡蠣をあえて甘辛く煮つけて握る、これほどの贅沢はないですね。お次シャコ。うまい。冷凍物でこんだけうまいんだからボイルしたてを使ったらどんなことになっちゃうんだろう。次はヤリイカの卵入り。これは米ではありません。ヤリイカの卵パンパンに入ってます。卵がまるでお米が入ってるみたいですよね。これが子持ち剣先。いただきます。これはうまいわ。これたまらんな。この肉厚なイカの身、そしてこのパンパンに入った卵のねっとり感、もうこれはお寿司です。
天然のお寿司うまい。お次酢飯を詰めたバージョンいただきます。これはうまい。うまっ。酢飯との相性抜群だな。これイカの煮詰めがやっぱ一番うまいかも。うまみが濃い。イカってすごいんですね。出汁がすごく出る。これうまい。これ剣先は今日やった中では一番お手軽で一番簡単にできるんじゃないかな。スーパーとかにも売ってますからね。ちっちゃいこのぐらいの剣先だったらね。これめちゃくちゃうまい。はい、ということで今日こちらの僕の好きな似たタイプのお寿司4点盛りときましたら、お飲み物こちらやっていきたいと思います。せーの、ダンギンやつ。この甘じょっぱいお寿司にはもうこれしかありません。アサヒスーパードライ。辛口が合うんです。これがうまい。キンキンに冷えた7対3いただきます。うめえ。しびれるうまさ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は僕の大好きな煮るタイプのお寿司、ハマグリ、シャコ、カキ、ケンサキイカ、こちらの4種類作って食べてみましたけども、大成功に終わっちゃった。めちゃくちゃ上手にできちゃったね。いや、どれもうまかったけど、カキ衝撃でしたね。すごくやっぱ手間がかかりますよね。煮ハマグリなんてね、すっごい手間かかるんですよ。あれおろすのも。やっぱ自分で作ってみると、この作り手の大変さ、よーくわかりますね。また面白いお寿司作っていきたいと思います。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。